皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今私は実家にいます。実家の方に帰ってきているんですが、ここに荷物があります。この中には iPad Pro が入っております。で、これ私が買ったものではなくて家族が買ったものですね。母親のものなんですが、母親というかこの家には一台も Apple 製品がなくて、Apple ID を取得するところからなので、その設定をやってほしいということで頼まれたので、今回はこいつを開封して、セットアップして、使える状態まで持っていこうかなというふうに思います。家族がね、楽器をやってるんですね、楽器。楽器をやるには楽譜が必要なわけじゃないですか。楽器によりますけど。分厚い楽譜をその練習のたんびに持ち歩かないといけないっていうのが結構ね、大変だと思うし、結構周りのね、人が、iPad に楽譜を入れて、それを譜面台に乗っけて、見ながら楽器を演奏してるらしいんですよ。だから、私も iPad にしたら、楽なんじゃないかということで、奮発して iPad を買ったということです。そんなことで、メインの使い方は、その楽譜を見るというようなやり方になってて、やっぱとなるとかなりね、画面サイズでかいものじゃないといけないということで、今回はこれ 12.9 インチ。今の iPad のラインナップの中で一番画面サイズが大きい 12.9 インチのモデルです。iPad Pro のね、この、プロと名の付くほどの性能が必要かと言われたら必要じゃないんですけど、どちらかというと画面サイズですね。画面サイズが 12.9 インチとか、いわゆる A4 サイズと同じくらいなんですけれども、この画面サイズあれば、無印の iPad とかと同じくらいの性能でもよかったんですけど、12.9 インチの iPad にするということは自然とこのね、ハイエンドの iPad になってしまうということで、お値段はかなり、しましたが、とりあえず早速開封していこうと思います。今開封するとこですよ。箱はね、何も書いてない感じ。では、開けます。ちなみにですね、開封する前に、これは新品ではなくて、認定中古品、整備済み品ってやつですね。で、Apple の公式のやつではなくて、Amazon の公式のストアから買ったものですね。なので、Apple の箱とかに入ってないような状態なんですが、一応認定の整備を受けて、ちゃんとした品質、見た目は新品の状態ではないけど、品質は、保証するよというようなものです。で、Apple の認定ではないんですけど、Amazon がね、Amazon という大きな企業が関わっているので、信用できるかなと思って、買ったものですね。で、まずこんな感じの袋が入ってて、これは、ケーブルですね。こんな感じでケーブルが入っていました。これなんか Apple 純正のやつではない気がしますが、Type-C と、普通の四角い USB のケーブル。長さは1メートルぐらいですかね。多分この質感からして純正のやつではないし、多分アダプターに挿す側も Type-C の方が速度は出ると思うんですけれども、ついてるだけありがたいというようなことで、ケーブルが入ってました。あとは、これが書類ですね。ソーシアという、これはお店の名前ですかね。Amazon 整備済み品をご購入いただきありがとうございますと書いてあります。で、この下のところに製品品質要件と書いてあるんですが、このような項目を、確認してチェックしてありますよというようなことですね。なので、ただの中古品とは違うっていうようなことですね。で、これが本体です。もう梱包とかもかなり厳重ですね。箱がない代わりに、こんな分厚い空気の入ったやつに入ってますね。iPad の5倍くらいの厚さがあるんじゃないかっていうぐらいの、緩衝材が入ってて、この中に、来ました。iPad。はい。さらに、二重に、梱包されてて、出てきました。すごい。でかっ。自分ね、無印の、iPad は、第9世代のものは所有してるんですけど、iPad Pro、
店頭とかで実機とか触ったことあるんですけれども、こうやって手にしたのは初めてですね。そして 12.9 インチっていうのもあんまりこう店頭になくて、店頭にあるのは10インチばっかで、それしか触ったことがないんですけど、12インチかなり、12.9 インチかなりでかいですね。A4 の紙と同じくらいのサイズがあります。さっきお見せしたこの紙、ちょうど、A4 サイズですが、ほぼ同じサイズですね。薄いな。めっちゃ薄い。で、ちなみに購入したモデルなんですけれども、これは、第4世代の iPad Pro 12.9 インチ。現行が、第6世代ですね。なので、2世代前、2020年とか21年に発売されたモデルだと思いますね。で、容量が 128GB で、カラーはスペースグレーです。で、これがね、最新の第6世代 12.9 インチの3分の2くらいの値段で買えて、かなりお得だったと思います。そして普通の使い方であれば、最新の機種とあんまりね、機能の差は感じないと思うんで、いいと思いますね。最近この、M2MacBook Air、これ 13.6 インチのものですけど、これゲットして、これもかなり軽いなと思ったんですけど、これもね、薄くてかなり軽くて、携帯性いいなと思ったんですけど、まあ、当たり前ですけど、こっちの方が取り回しのしやすさは上ですね。薄さがまずこれ 5mm とかしかないんでしたっけ？これがまあ、だいたい iPhone、これ 10R ですけど、これよりも薄い。すごい。めちゃ、この MacBook でさえ薄さにびっくりしたのにね。まあでもこれはもう2018年とかからこの筐体は続いてるので、今更こう新鮮味を感じる人は少ないかもしれませんが、薄くていいですね。この画面サイズが でかいからこう余計薄く錯覚しますね。やっぱこれだけでかいとすごい便利そうですね。で、なんかこう 12.9 インチこうなんかでかくて重そうだからなんか11インチ買ったとかっていう声もよく聞くんですけど、全然そんなことはないと思いますけどね。てかなんかこう iPad に限らずこういうタブレット端末でなかなか 12.9 インチ、このサイズ感のやつってなかなかないので、いいですね、これね。A4 の紙のサイズと同じと考えればかなりいろんなことができるんじゃないかなと思います。なぜかここだけ音声が取れてなかったのでアフレコでいきますが、本体上部にはこれトップボタンがついてますが、これ残念ながらタッチ ID は対応してないですね。で、画面上側にはインカメラがついてて、いや、画面でかいですね。めちゃくちゃすごいです。で、ちょっと電源入れてみます。なんかこの、実際に操作している画面をアフレコで解説するっていうのもちょっと違和感あるんですけれども、はい、今電源入れてるところで、はい、最初の画面が出てきました。ここで言語を選ぶっていう感じになりますね。はい。いや、画面がでかいって感動してます。でかいし、綺麗。多分 12.91 の iPad って iPad の全モデルの中で一番綺麗なディスプレイ使ってるんですよね。その11インチの iPad Pro とかよりもいいディスプレイを使ってて、サイズの差だけじゃなくて、ディスプレイの種類もね、違うみたいなんですよ。で、これ今自分の持ってる M2MacBook Air と比べてますが、もうほぼ MacBook と同じくらいだよねっていうことを喋ってますね。はい。ディスプレイの綺麗さも MacBook に負けてない感じがして、かなりいい感じだなと思います。まあ、アスペクト比が違うのでね、ちょっと、見た感じの雰囲気は違いますが、ほぼ大きさ同じと思っていただいても良いんじゃないでしょうか。うん。すごいですね。とにかくこのディスプレイの綺麗さに驚きますね。私は無印の、第9世代の iPad かな。ホームボタンがついてる最後の iPad を使ってるんですけれども、あれのディスプレイと比べるとかなり、綺麗です。なんかレビューしてるんだと思いますが、ちょっとこれ撮影してから結構時間が経ってしまったので何言ってるか忘れてしまいましたね。おそらくベタ褒めしてるんだと思いますが、まあ、かなり感動してるっていう感じですね。はい。軽いとか薄いっていう話をしてた気がしますね、ここら辺では。うん。薄さにもかなり驚いたんですよね。こんだけ高性能ででかいのに、この薄みはすごいっていうね。感覚的に iPhone より薄いんじゃないかな。いや、実際 iPhone より薄かった気がするんですよね。数値的に見ても。なのですごくね、持ちやすいし、めちゃくちゃこれは最高の端末だと思いますみたいなことを言ってると思います。セットアップをします。一応家族のやつなんで家族も一緒に、見てますが、こんにちは。日本語だ。日本語です。これ、最初の画面は各国の言語が出てくるのかって。
ニハオとか、いろいろ出てきますね。いや、何これ難しい。そうなんですよ。ほら、ほら。ボンジュール。あ、もうよく読めるね。はい。じゃあ、ご飯かな？セットアップ開始します。まずは言語。中文でいきますか。やめてください。日本語で。日本語で。地域は日本。手動で設定。クイックスタートっていうのを押すとどうなるの？クイックスタートは、なんか、iPhone とか持ってる場合はそれと同期してくれて、なんか設定とか自動でやってくれるよってやつ。iPhone 持ってないから手動。で、ごめんね。言語はまあ、これでいいか。で、Wi-Fi のネットワーク。どれうち？どれ？こっちに繋がってかい。これですね。パスワードを入力していきます。はい。すごい今このパスワードを打ってて分かったんだけど、このキーボードが iPhone だとこの数字入れるときとアルファベット入れるときで切り替えないといけないんだけど、これが一覧できるっていう。これがさすが画面が大きいメリットですよね。接続。やっぱ画面の大きさがこう小さいことによるやらないといけない動作っていうのがね、iPhone とか小さい iPad だとあるんですけれども、これだとそれが省略されて一覧性があるっていうのでね。ほとんどパソコンみたいな感じ。そう。もう画面の解像度とかはもうほぼノート PC とかと一緒なんでね、まあ、かなりそういうPC チックな使い方もできるんじゃないかなと思いますね。これ並べたらだって。そう、さっきやったけど、ほぼ一緒。すごいね。うん。出番ですよ、お母さん。フェイス ID。フェイス ID。顔認証。メガネ関係あるの？メガネはね、かけてても大丈夫。かけてなくても。でも心配だったら両方登録することもできる。両方登録した方がいいかな、じゃあ、ちょっと家族にフェイス ID を登録してもらいます。ぐるっと首を一周させる。見抜くの？そういうこと。で、あと上とか、そのね、円の周りにこう、その緑の、下向いてって。右向いたら見えないくないこれ？あと上。ピッとか言ってもらわないと。OK。1回目が終わり。で、青いとこ続ける。で、アップとデータ、それはね、Apple ID がないっていうか、Apple デバイスが他にないから、アップデータを転送しない。一番下のやつ。そこで Apple ID を。お持ちでない場合。はい。これ。新しく作ることになります。これでね。うん。無料の Apple ID を作成でいいの？そう。有料のもあるの？で、そこで情報を入れていくと。Apple ID を作成。パスワード。そう、Apple ID の、に対するパスワードも作んないといけない。これはなんか有料のアプリとか買ったりするときにパスワードを、あれか。アプリインストールするときはいつもパスワードを要求されたりするね。だからiPad のパスワード以上に重要なパスワード。これから Apple 製品とか新しく買って、サインインしたときもそのパスワードになるから。続ける。とりあえず。位置情報サービス。オンにしとくと何かと便利だよ。オンにしといた方がいい。Apple Pay とかそういうなんかクレジットカードとか紐付けるとなんかこう決済とかが便利になるよってやつだけど。後でいい？後でもできるから。紐付けはちょっとやんなくていいから。そう。後でもいいんだよね。後でセットアップで。iCloud キーチェーンっていうのはね、なんつうかな、パスワードとかそういう情報を他の端末からと同期できるってやつなんだけど、そもそも何も設定してないから使用しない。クレジットカードとかを使ってなければいいってこと？次回 iPad とか iPhone とか使うんであれば、それを設定すると、もう一回クレジット情報とか打たなくていいよってやつ。だから使用しないで大丈夫です。パスワードも書いてる。パスワード上に。なんかウェブサイトのなんかログインするパスワードとかそういうやつよ。パスワード覚えてればいいのかな？その iCloud キーチェーンは、Apple ID 持ってていろいろ設定してること想定されてるから、なしで大丈夫です。なしで大丈夫？はい。あなたは使ってんの？新しく、iPhone とか Mac とか設定したときは使ったけどね。後からもこれできるのかな？
私がもし iPhone とか持った時に、そう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 。今そもそもクレジット情報もあんまパスワードも入れてないでしょ。Siri。Siri 設定します。します？はい。え声声選ぶといい。選べうん。こんにちは、シリです。こんにちは、シリです。こっちだべ。ご希望の声を選んでください。こんにちは、シリですい。や、照れるな。ご希望の声。こんにちは、シリです。ご希望の声を選んでください。iPad に向かって、Hey Siri と言ってください。それは今ね、白になってるけど、黒にすると、うんなんかこう、一回押してみ。そう、そんな感じになるよ、みたいな。どっちがいいんだろう。そう。どっちが見やすいかっていうやつよ。文字がどっちが読みやすいかっていう。反転させた方が見やすいか、どっちの方がいいか、みたいな。後で設定できる。後でもできるよ。白いのマシン。あ、でも楽譜が黒くなっちゃったりするの？いや、それはない。だからこれはね、分かれんのよ、どっちがいいのかっていう。だから設定できるようになってんの。背景黒の方が読みやすいっていう人もいるの。こっちは読みやすいけど目が痛いんだよね、白が。黒くしといても後で。それは使ってるうちに、変えて試してみればいいよ、それは。どうだろう。一応白にしといてみる。俺は白にしてるけどね、ずっと。白の方が見やすいから。でも後で明るさ変えたりできるんでしょ？ちょっといじってみてからの方がいいかもね、それは。ようこそ iPad へ。さあ、始めよう。いいの？始めた。はい、来ました。おー、iPad 持ってるって感じ。来ましたね、iPad。ちょっと一回抜くね、熱いから。すごく熱い。で、あとは何の設定をしたいの？いや、わかんないよ。何の設定したい？それが Apple Store。これがアプリを入れる場所ね。基本的なことがわからない。そして、Apple Store で続ける。続けで、なんか新しくアプリを入れたいってなったら、ここで検索してアプリを入れるっていう。アプリストアだね。Android でいう Google Play みたいな。そんな感じよ。情報は OK にしといてもいいんだ。使用中は許可。なるほど。閉じるときはどうするの？閉じるときは、この下からヒュッと。そう。なるほど。どんな時、何がどんな状態でも、それやれば必ずホーム画面に戻るっていう。ばあちゃんみたい。だって、アンドロイドと全然。アンドロイドもホームボタンがあるでしょ？下の方に。バーがあってさ。それと同じ。検索エンジン。検索エンジンは、このね、コンパスマークみたいな。それサファリっていうね、検索エンジンなんだけど、でも Chrome とか入れることもできるから。本当だ、Google とか。何でもいいんだ。Google をとりあえず。その下からスワイプして戻って、App Store。App Store。で、検索、左下、じゃない、右下か。今はしない。いいね、今はしない。それも今はしないで大丈夫よ。で、ここから入れられるの？ YouTube も入れたいね。そう。それ入手とかってやってみ。YouTube。そうすると、インストール。そうすると、Face ID とか聞かれるね。その時にFace ID とか使うのよ。パスワードじゃないといけないのか。じゃあ、パスワードで。早速忘れました。そう。あと、明るさとかは、この、充電のパーセンテージとか出てるところ、ここ、ヒュッてやると、こういうのが出てきて、コントロールセンターって言うんだけど、そこで明るさとか音量とか、あと今流れてる音楽の再生停止とか、Wi-Fi とかの設定とか、ここでなんかこう、一通りのことはいじれて、で、これも設定でこう、カスタマイズできる、表示できるもの。5はないよね。では、Apple Pencil もありますので、これも開けていきたいと思います。これは完全な新品ですね。はい。
ペイペイやりたいでしょ。やり剥がしてください。で、それがね、iPad の、ここにつく。くっつくの？うん。本当だ。で、多分もうそれでね、接続されんのよ。どれ？されないかな。あ、こうかな。あ、そう。ようこそ Apple Pencil へ。まあ、いろいろできる機能が出てきてますね。へえ。スクリーンショットが撮れる。そう。書いてみて。撮れないけど。書けばいいの？うん。ここに手ついても大丈夫なの？手ついても大丈夫なんですよ、実は。おお。すごいでしょ。ダブルタップ。先っぽの方ポンポンってやん。そのイラストの言う通り。へえ。これが消しゴム？こっちが消しゴムってこと？うん。へえ。なるほど。はい、そんな感じです。これ何これ？ん？これで試す、あれ、これで。難しくないこれ？おお、こういうこと。あ、こんなになっちゃったよ、ちょっと。あ、こうすればよかったの？囲んだところがっていうこと？あ、そうだね。ちょっと待って。キャンセル、キャンセル。そしてこれが消しゴムってこと？でも全部消えちゃうよね。全部消えちゃうよね。いや、消えちゃう。選択したとこだけ。頑張ってみてください。もうちょっと使ってみよう。お、いいな。お、すごい。もうちょっとさ、まともな試し書きはできないんですか？いろいろやってみてよ。これがテキスト。だから違うって言ってんじゃん。違うって言ってんじゃん。違うって言ってんじゃん。くちばしが違うじゃん。それはグミちゃんだよね。可愛くない。どうするぽーちゃん。なんか塗りつぶしできてるこの辺で。これが。可愛くない全然。ね、ぽーちゃん失礼だよね。で塗りつぶしても前の色消えないのね。あ、消えるか。消えるのと消えないのとあるのか。いや消えないよね。ほら優秀だよね。すごいね。ね、ぽーちゃん。おお、いいじゃん。ポーになってきた。くちばしをなんとか。くちばしは何色ぽーちゃん？灰色か？ピンクじゃないこれ。可愛くない。こんな色？灰色だね。おさかそんなんなってないよね。こういうのがさ、オカメインコの特徴じゃん。ヒュッてなってんのは。ヒ
ヒュッて。あと羽でしょ。信じられない下手くそだね、こうちゃん。羽白だもんね、ポー。ピンクが消えちゃった、これ。下手くそー。ピンクじゃないじゃん、どう見えたって。足。下手くそー。やっぱいいな。書き心地が。そはい。セミ。はい。ここです。めちゃくちゃいい。やっぱ画面サイズがめちゃでかいのがいいな、これ。めっちゃ細かい絵とか字とか書いて、ヒュッて縮小もできんだね。できるできる。拡大しながら書くこともできる、細かかったら。この黄色いのは消えないんだね。ああ。表に出すとかそういうのがあるんだね。上書きってどれ？上書きってどれ？いや、今、ペンで上から書いただけだけど。あ、ペンで上から書けるけど、色を染めるときは上書きにならないってことか。そうだと思う。なるほど。そんな感じですね。すごいな。おお。フィルム、なんで来ないんだろう。なんかあったのかな、大雨とか。ここにつけられるのがいいね、やっぱり。ちなみに iPad のケースはこれにしたみたいですね。ピタカのマグイージフォリオ4 iPad Pro。これ私が勧めたんですけれども、こんな感じのやつですね。これ裏見るとわかるんですけれども、一番の特徴は iPad を縦に立てることができるんですよね。これが実物なんですけれども、まあ、こんな感じで、ここちゃんとペンシル、なくさないように、ちゃんとこのね、ホルダー的なのがついていて、まあ、こんな感じですね、開くと。はい。で、ここマグネットでくっつくんですよ。なんかカチャッとはめ込むタイプではなくて、こう、マグネットで貼り付いてる感じなので、変に厚みが出たりとか、重くなったり、っていうことがないっていうね、こんな感じ。もうケース自体は本当にただの板みたいな感じで、ここにマグネットが装着されてて、ここにピタッとくっつくという感じなので、これ側面から見たフォルムとかもすごく良くて、軽くて薄いっていうので、家族も気に入ってくれてるみたいですが、このケースの一番の特徴っていうのが、さっきも言った通り、縦に立てられるんですよね。で、大体の iPad のケースって、横向きにしか立てらんないんですよ、大半のやつって。これ私が持っている、第9世代の iPad のケースなんですけど、このケースだと、こう、縦にこう、折り目のラインが入ってて、こんな感じで、後ろで三角形を作ることができて、こんな感じで横に立てることできるんですけれども、縦に立てることってできないんですよ。大半の iPad のケースが、こんな感じの仕様だと思うんですけれども、このピタカの iPad のケースに関しては、こう斜めにラインが入ってて、折り目がここに入ってるんですよね。なので、こう、なんて言うんでしょうね。ただ直線的に、折り込むだけではなくて、こんな感じになるんですよね。こうかな。こんな感じ？あ、そうですね。こんな感じになります。横向きにする場合は、こんな感じ。ちょっと口で説明できないですが、映像の通りですね。これで、横向きに、立てることができるというような感じになります。で、縦の場合は、もう普通に、こうですね。こうかな。これで、こんな感じ？違うね。間違えましたね。これ、裏地じゃなくて白い面が表に来るんだ。横の場合はこう。こんな感じですね。で、このまま縦に、こんな感じだ。はい。こんな感じで縦に立てることができます。
家族はですね、この iPad で楽譜とかを見るっていう、使い方がメインみたいなので、こうやって縦にスタンドできると楽譜とか見るときにね、やりやすいと思うので、これいいんじゃないかなと思って、進めましたが、結構気に入ってるみたいです。すごいですよね。頭いい作りしてますよね。縦に、縦にスタンドできる iPad ケース。うちの家族みたいに縦向きに iPad を使うことが多いっていう方は、これかなりいいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。この白もいいですよね。めちゃくちゃおしゃれ。はい、ということで、この、12.9 インチ iPad Pro、第4世代を開封して、一通りセットアップして、あとこの Apple Pencil ですね。これを開封して、一通り使ってみました。まあこれね、家族のものなので、長く使って細かいレビューするっていうのは難しいんですけれども、ちょっと触っただけでもかなり良さを感じることができるデバイスです。まあ何よりもね、この画面がでかいっていうのがありますよね。なんて言うんでしょうね。iPhone とかより、感覚的な操作というか、ジェスチャーというか、ができるんですよね。やっぱまあ当たり前だけど、画面サイズが全然違うから、iPhone だとちみちみいじらないといけなかったのが、結構大雑把な感じで指を動かせるというか、結構大きく操作するときの動作が大きくなるわけじゃないですか。だから、なんて言うんでしょうね、かなり迫力を感じるというか、まあなんて言うんでしょうね、開放的な操作感というか、そういうのが得られるんですよね。なんて言うんでしょうね。新しい感じですね。モバイル端末でも得られないし、逆に PC でも得られない感覚みたいな、なんて言うんでしょうね。本当に、こんなに感覚的に触れるデバイスはなかなかないんじゃないかなと思いますね。あとこれディスプレイが 120Hz に対応してるんですね。で、これが第4世代の iPad Pro で、多分ね、これより1個前のやつは、60Hz までだったと思うんですよね。このカメラが、これデュアルカメラにこれなってると思うんですけど、第3世代までは多分これ1個だったんですよ、カメラ。で、カメラ1個のモデルは、おそらく 60Hz までだったって記憶してるんですけれども、これ120Hz のディスプレイに対応したので、すごい滑らかですね。残像感とかもあまり感じませんね。やっぱり画面サイズが大きいだけ、このテキストとか、画像の進む速度が速くなると思うんですけれども、それでも全然文字とか読めるし、酔ったりとか変な感覚になる感じも全くないですね。すごい高速で、表示が動いてるにもかかわらず、なんて言うんでしょうね。しっかりと、何が表示されてるかっていうのを認識することができますね。だからより感覚的な操作ができるっていうのも、このね、120Hz の、高フレームレートの、ディスプレイのおかげなのではないかなって思いますね。で、あとこのディスプレイがね、筐体のキワキワのところまであるんですよね。これ自分が使ってる、iPad。普通のこれ iPad ですね。Air でも Pro でもない、無印の iPad なんですけど、第9世代のモデル。2021年に発売されたモデルなんですけれども、これ上下にベゼルがあるじゃないですか。なんですが、まあ、こっちの方が全体に画面があるんで、ロスが少ないような感じがして、いいですね。極限まで、画面を大きくしたみたいな感じですごいいいです。最近ね、この M2MacBook Air、こちらを購入しまして、これ以前は、2017年とかの MacBook Pro を使ってたんですけれども、この上の部分のベゼルがね、太かったじゃないですか。多分 M1 Pro とかの MacBook Pro から、こういう、上のベゼルがなくなって真ん中のノッチだけになったっていうデザインになったと思うんですけれども、前の MacBook Pro からこの M2 Air に乗り換えた時と同じような感覚を得ますね。なんていうのより感覚的に操作できるから、これはモバイル端末、まあ、iPhone とかでもこういう体験は得られないし、逆にパソコンでも得られないみたいな感じのね、新しい感じが、新しい、体感が、できてますね、やっぱ長く使ってみないと分かんないところってあるんですけれども、画面がでかいだけ可能性が広がるというか、結構ロマンがあるというか、いいのではないでしょうか。で、あと軽いですね。軽いし薄い。無印の iPad より全然薄いんですよ。画面がでかいのにもかかわらず薄いっていう。
うなんか画面消してると本当になんか一枚の板みたいな感じですごいデザインも美しいなって思います。やっぱこう没入感なんですかね。こう画面がでかいだけこう見てるとこう没入できるんですよ。だからこうかなりいろんなコンテンツを、使う、体感が変わるんじゃないかなと思いましたね。あと Apple Pencil ですよね。これ Apple Pencil。まあこれ当たり前ですけど横にくっつくんですよ。でこれでペアリングと充電ができるってやつなんですけど、この自分のこの iPad は Apple Pencil 第一世代ですね。これね、充電するときにこれかっこ悪いんですよ。このキャップを外して iPad のここにくっつけないといけないって。だからこうなんかこうわざわざこうやって充電しないといけないから、もう結構充電なくなってることが結構あるんですね。だから使いたいときに使えなかったりとか、あと別に持ち運ばないといけないですよ。これ iPad にねくっつけられないんで別に持ち歩くしかないっていう。まあ自分の場合はこの iPad のケースの表面にこれ ESR のこの両面テープというかこう粘着テープでくっつくペンシルホルダーをつけて、まあ、ここにこうやって入れてて、これでまあ1年半くらいですかね運用してるんですけれども、まあやっぱりこういう感じの方がねいいですよね。でなんかこのね脇にこう磁石でくっついてただけでこうなんか落としたりほろったりしないのかなって思ったんですけれども、結構なんかここをなんか持ったりとかしてもそんなに外れて落ちる感じはしないし、なんか普通の用途というか持ち運び方だったらなくすことはないんじゃないかなって思いますね。結構磁力も強いですよ。バチッと。まあでもね、これなくしたっていう話聞かないこともないんですよね。気づいたらこれなかったとかっていう、情報も何度か見たことあるので、確かになくしやすさはアップしてるのかもしれないですけど、でも利便性かなりアップしてるっていうのはいいですね。あれですね、これ剥き出しが心配の方は、ケースとかで、こう挟み込むタイプのケースで、こういう感じでペンシルのところも覆ってくれるタイプのケースがあるので、そういうケースを購入するといいんじゃないかなと思います。家族もね、これこの iPad のためにケースを注文したんですけど、まだ届かないみたいで、ピタカのケースを購入しました。ピタカですね。ケースもかなりこう品質が高くて、デザイン性がいいのと、あとね、何よりもこう縦にこう、スタンドできるんですよ。大抵の、iPad ケースとか、まあ、タブレットケースってこう横にしかこうスタンドすることができないじゃないですか。これ2マスのケースなんですけれども、でもそのピタカのケースに関しては、縦にも立てられるっていうので、それがすごいいいと思ったので、それを家族に勧めましたね。まあすごいなんかね、夢のあるデバイスなんじゃないかなって思います。いいですね。